こんにちは。日本語クラスです。今日も一緒に日本のニュースを読んでみましょう。はい。今日のニュースのテーマはアルバイト。はい、アルバイトです。それも日本のアルバイトとかパートの給料。はい。1時間いくらですかというの。はい。これ時給と言いますね。時給。はい。この時給が今日本では上がっています。はい。高くなっているんです。はい。これは東京だけとか大阪だけじゃなくて日本全部です。全体で上がっています。はい。どうして？そしてじゃあいくらぐらいなんですか？それは仕事によって違いますよね。そうですよね。はい。じゃあ今日そういうニュースを一緒に読んでみましょう。はい。自分の国とも違うと思います。皆さんの国ともね。はい。比べながら、読むと面白いと思います。はい。では始めましょうか。はい。今日のニュースのテーマはこれです。アルバイト時給。時給は1時間いくらですかですね。全国平均1125円と過去最高に、はい、というタイトルです。新聞とかニュースだとよくタイトルはできるだけ短くします。はい。皆さんの国でもそうですね。だからあんまり、動詞、verb とか何々がとか主語、はい、サブジェクトは書かないです。はい。これ言いたいのは日本のアルバイトの時給は全国平均で1125円になったとっていうのはになりましたです。ここの意味だと。はい。と、それは過去最高になります。過去最高の料金です。過去最高の時給の金額ですという意味です。はい。じゃあ、もうちょっとここ読んだら分かります。全国で平均してアベレージで1125円ぐらいと言われてます。じゃあ詳しく読みましょう。今日は、3ページ読んでみます。こことこれとこれ。はい。ではこの青いところがですね N2 の語彙で、赤いところが N1 の難しい大事な語彙です。はい。じゃあまず1ページ目からいきます。私読みます。全部読みます。見ないで耳だけで聞いてどのくらいわかるかチェックしてもいいと思います。はい。じゃあ読みますね。昨年度のアルバイトやパートの時給は全国平均で過去最高となる1125円になったとの調査結果が出た。これは前年度より30円、率にして2.7% 増え、比較可能な2018年度の調査以降、最も高くなった。はい、ここまでです。はい。ニュースというのは一番最初にとても大事なことを話しますね。はい。ここの1ページ目は、このニュースのポイントが書いてありました。はい。少し確認します。意味の確認をしましょう。昨年度です。これは去年という意味です。はい。去年のアルバイト、それも昨年度というと、何月かな、ちょっと今すいませんはっきり言えないんですが、1年間です。1月から12月で合ってると思います。はい。1月から12月の間の、12ヶ月間の中で、アルバイトやパートタイムジョブですねの時給は、平均全国でだから、北海道から沖縄まで全体の平均アベレージ、はい、で過去最高、はい、これよく使います。こういう言い方、今までで一番高いという意味です。もちろん一番低い時は過去最低ですね。低いの字になります。過去最低とか過去最高となるになっ
た1125円になりましたという調査、調べた結果が出ました。はい、だから、去年の、この時給は、いろんなとこ全部で平均して今までで一番高いです。で、それが全国で平均すると、だいたい1125円になりましたということです。で、この金額、これはって言ったらこれはこれですね。1125円は前年度より、30円、前年度だから、この去年の1個前の1年前ってことですね、より30円なんとかなんとかなんとか増えている。はい、30円増えてるんですね。で、率にして、率というのはこれは N2 でよく出てきますね。率はパーセンテージのことですね。何パーセントですか、ね、率にすると何パーセントかと考えると 2.7% 増えてますということ。はい、で、比較可能な、比較は比べるですね。compare、比べることができる2018年度、はい、2018年度の、調査以降、だから2018年からいろいろ調べてるんですかね。2018年度からの、調べているものと比べると今までで最もは一番高い時給ですということです。はい。これ2018年より前にも調べてると思うんですが、何かのこう調査のなんでしょうね、いろんなデータの比べ方が多分変わってて、2017年とか16年はちょっと今年と一緒に比べることが難しいんだと思うんですね。だから2018年からは比べられるっていうふうに考えているみたいですね。はい。ですので、もうここ最近ではもう一番高い時給になっている。はい。どうしてね、日本って今あんまりお金がないっていうイメージがありますよね、皆さんね。あんまりこう経済エコノミーが良くないね。でも時給上がってるんですか、なんでね。ちょっとどんどん読んでいきましょう。で、じゃあ次行きましょう。次はですね、より詳しく書いてあります。読みます。全部読みますね。いきます。業種別に見ると、飲食店などのフード系が 4.5% 増えて1086円。小売やホテルなどの販売、サービス系が 3.6% 増えて1090円。製造、物流、清掃系が 2.3% 増えて1135円などとなっている。はい。ここちょっと難しい言葉が出てきている。はい。わからない人もいるかもしれないですね。じゃあ確認しましょう。業種別という言葉、これ実は結構大切です。はい。業種というのは仕事の、いろんな種類です。それもこっちに下に書いてある通り、飲食店といったらレストランですね。で、こっちはホテル。で、こっち分かりやすいな。これが分かりやすいかな。これはですね、清掃っていうのは掃除です。掃除をしてくれる。はい。例えば電車の中を掃除する仕事もあるし、駅のトイレの掃除をするとか。で、その仕事とホテルの仕事とレストランの仕事は全然違う仕事ですよね。うん。ですので仕事が違う。もうグループが違う。仕事のグループが違う。はい、例えばここに書いてないけど、例えば、テレビを作る、テレビの、番組プログラムを作るとか映画を作るとかだったらまた全然違う種類の仕事ですね。
でそれは業種が違うって言います。はい、違う、世界と考えていいです。はい、なのでそれが業種が別々っていう意味で、業種別ってよく言います。はい、ですので業種を別々に見ると時給、アルバイトの時給が違います。はいね、でだいたいいくらというのがここに書いてありました。でじゃあ例えば上から見ると飲食店とかのフード系はフードは英語のフールです。系っていうのはその種類。はい、こういう食べ物レストランとかの方はアルバイトの料金、時給ですね、時給が 4.5% 増えてる。これ結構増えてますよね。 4.5% 増えて、平均して1086円ぐらいと。はい、これは全国平均だと思います。日本中全部のアルバイト、このフード系のアルバイトを、平均したら1086円ぐらいですと。はい、で次、小売り。これ実はですね、漢字簡単なんですがちょっと意味は大事です。これ JLPT の読解に時々出てきます、こういう言葉が。小売りというのは売りますですね。売りますで、それも小さいって書いてあるから、何かお客さんに直接売る。それも例えばコンビニとかそういうイメージでいいと思います。何か物を売る、販売ですね。はい、小売り、はい、物を売るっていう意味です。これお客さんに直接売るとかそういうイメージ。はい、そういう仕事のところとか、ホテルとかは、ホテルはサービスをしたりしますね。ですのでサービスの仕事だから、サービス系の仕事と販売系の仕事、これが 3.6% 増えている。はい、時給が上がった。で1090円ぐらいですと。で次が製造ね、読み方ももちろん JLPT で大事ですね。はい、製造です。はい、でも日本人は製造とよく言います。発音は製造になっちゃいます。書くときは製造ですよね、製造。はい、これ漢字の読み方も勉強してほしいので、読み方書いてないところあります。ちゃんと自分の頭で考えて覚えましょうね。製造です。これ作るですね。何かを作ったりする。だから、こっちだったら小売りっていうのは物をもう売りますが、売るものを作るのがこっちですね。はい、作る方、パンを作るとかでもいいし、パン作るのは工場で作らなければいけないですよね。はい、だし製造はでもいろいろあります。本当もう家の部品を作るとかそういうのも入ると思うし、いろんなものです。化粧品とかも入るし、いろんなものを作る。であとは物流。物流はこれは、物を運ぶ、持っていくってことです。だから、大きなトラックで運んでいく。はい、工場で作ってそれを、お店に運ぶ、その仕事もありますね。それが物流です。これ物流、実は日本これとっても今必要になってます。人が足りてないんですね。やっぱりアマゾンありますね、日本中に。そして世界中にアマゾン。アマゾンは日本人よく使いますが、運ぶ人が今少ないと、それが問題になってます。アマゾンだけじゃなくてですけどね、物流。あとは清掃、はい、掃除です。きれいにする仕事、はい、そういう種類の仕事がこの3つ全体が 2.3% 増えて1135円などなどですので、他の仕事もありますとなっていると なりましたってこと。はいですね。この一番最後のこの製造、物流、清掃はやっぱり大変な仕事なので、前から時給が高いんでしょうね。だからそんなには今時給増えてないけど、この中で見ても一番高いですね。はい、じゃあ次いきます。次がじゃあなんでどうして時給が上がっていますかという話が分かります。ここ青い字が N2 の語彙、
赤い字が N1 の語彙、ね、大事です。はい。じゃあ読んでみます。全部読みますね。コロナ禍からの経済の正常化や外国人旅行者の増加で飲食や旅行の需要が高まる一方、企業の間では深刻な人手不足が続いていて、人材の確保や定着を図るために時給を少しでも引き上げようという動きが広がっている。また、都道府県ごとの最低賃金が引き上げられたことも時給の引き上げに影響したとしている。はい、読みましたよ。漢字がね、難しいのがたくさんあったかもしれないですね。ここのページは読み方をですね、あえて書きませんでした。あえてというのは、私が書くことできたんですけど、いや、これはみんなの練習のために書かない方がいいということで書かなかったという意味です。あえて何々する。あえてはN1 レベルの言葉ですね。はい、じゃあ行きましょう。確認します。意味を確認します。コロナ禍。これぜひ皆さん覚えておくといいです。これも JLPT に関係なく大事です。コロナ禍っていうのはもう世界中が経験したコロナの時の何年間、2年間とか3年間とか時間全体のことを言います。コロナ禍。この禍っていうのは悪い時間、悪い時という意味です。はい。ですので日本人はよく言います。コロナ禍、コロナ禍って言ったらなんだろうかって思うと思うんですが、漢字はこういうちょっと難しい漢字です。はい。コロナの時、コロナで経済が大変、みんなが大変、世界が大変な時っていう意味です。はい。そのコロナ禍からの経済の正常化、いいですね。この、本当にニュースらしいです。意味は何ですか？はい、コロナの時からの、経済エコノミーが、正常化する、前に戻る、正しい前の状態に戻る、コロナの前の状態に戻るってことです。はい。コロナの時はもういろんな問題が起きましたね。だけどそれがどんどん良くなって、解決されて大丈夫、もうコロナの影響は受けませんという状態ってことです。正常化、正常化をしたり、やって言ってますなどですね。外国人旅行者の増加。はい、来ました。外国人の旅行者の人が増えている。はい、これ日本とっても増えてます今。はい、コロナがね、もう大丈夫となってたくさんの人が日本に来てます。はい。で、外国人旅行者の増加している。だから飲食、レストランですねとか旅行の需要が高まる。はい。これ大事。読み方需要です。需要。はい。これは必要ですってこと。要は必要のようですね。はい。だから、外国人旅行者がどんどん日本に来ているから、こういうレストランとかの必要性、レストランが必要だ、みんなお客さん来るよ、お店の人、働く人必要です、料理作ってくれる人必要ですってことが高まる、高くなっている一方、しかしってことです。しかしでも企業の間では、企業っていうのは会社ですね。企業の間では深刻な人手不足が続いていて、深刻はとても重い seriously です。もう大きな問題ということ、簡単に解決できないの意味です。深刻な人手不足、はい、大事です。これ不足は知ってますね。N3 でも出てきます。足りないですよね。そう、人手といったら人の手
だからこれは人が働くの意味です。手っていうのは働く手と思ってください。だから働いてくれる人が足りないってこと。はい。だから、レストランとかホテルにはお客さんがいっぱい来ています。でも実際はそのレストランとかホテルでは働く人が足りないんですという重い問題が続いています。はい、ということです。これは大変ですね。お店行ってもお店の人が足りないんですね。このレストラン入りたいけど忙しそうですね、お店の人が。はい、なかなか料理が来ませんとか、そういうこと。はい、その良くない状態が続いていて、人材の確保。はい、人材大事です。N1 の言葉です。人、これは働いてくれる。財って材料のね、財ですよね、材料。だから働いてくれる人ってことです。人材。これすごい漢字簡単なんですけど、意味はすごく大事ですね。難しいですよね、ちょっと。働いてくれる人ってことです。人材。だから人材不足とも言いますよ。人材が足りてない。働いてくれる人が足りてませんとかね。はい。人材の確保。はい。いいですね。難しい言葉。確保は、保は保つという意味で、持つ。はい。離さないで持つ。はい。で、確は確かにです。だから、働いてくれる人がすぐに辞めないようにすることです。はい。アルバイトで新しくアルバイト始めてくれても1ヶ月で辞めてしまったらまた困りますね。人が足りない。だから辞めないでね。続けてくださいね。1年ぐらいは続けてねって確かに持ち続けるっていう意味です。働いてくれる人をずっと持つとか定着を図る。これも N1 です。定着はですね、やめないで続けるの意味です。だから、今私の説明もう一回言うと、働いてくれる人を絶対に取るの意味と思ってください。こっちは確保。よし、取った。逃がしません。私のものです。うちの会社の人です。他の会社行かないでねって取ったってこと。で、そのアルバイトの人が辞めないでつく。はい。そこにずっといるってこと。その会社にずっといる。辞めないで働き続ける。このが定着です。定着するって言います。定着することを測る。これはずるじゃなくて測ると読みます。測るっていうのは何々できるようにする。できるように考えるっていうちょっと難しい言葉です。N1 です。はい。測る。だからこれは会社が定着を図るってことです。アルバイトしてくれる人が辞めないようにするために時給を少しでもちょっとでも上げる。はい。時給を上げればやめないですね、あなたはっていうことです。はい。やめないでね、時給高くしますからっていうこと。はい。時給を少しでも引き上げる、高くするという動きしようとすることです。動きが広がっている。どこの会社もやっていますっていうことです。そして、だからこれが一番大きな理由ですね。なんで時給上げたんですか？アルバイトの、時給を上げたんですか？それは、まずコロナが終わったけど経済をまたもっともっと普通の状態に前の状態に戻そうとしている。そしてそれと外国人の人が増えていて働く人が今足りてないんです。外国のお客さんの方が多いんです。日本人働く人足りない。日本人だけじゃなくてもね、日本で働く人、外国人もそう、日本で働く外国の人もそう、留学生とかも
それが足りてないから本当にやめないでくださいね、うちの会社でアルバイトやめないでねとするために時給上げますから高くするからやめないでということを会社はやってますということです。はい。で、もう一つ理由があります。時給上げた理由、それがまたはもうそれとってこと。都道府県ごとのこれは、日本の全体のそれぞれの県ってことです。東京都と北海道と、これ埼玉県とか神奈川県、千葉県とかそういうのです。いろんな県でそれぞれのごとはそれぞれの最低賃金は一番安い、料金、給料ですね。賃金って言ったら給料が引き上げられました。はい、高くしてます。これ毎年日本全体それぞれの県で私たちの県では一番安い給料でもいくらにします、これですいくらですっていうのを決めます、県で。でそれを守らなければいけないです。その県の、会社は守らなければいけない、でそれが毎年いくらにしますかっていうふうに決めるんですね。でそれがこれも上がってます。はい、だからアルバイトの料金ももちろん上がるってことです。はい、上げなければいけないんですね。そう正しく言うと上げなければいけない、もう県で決めたことだから上げなければいけないから時給の引き上げに影響したとしている、影響したんですねと言っている。はい、ということでした。はい、だから大きく2つの理由ですね。この外国人の人が来て3つかな、日本を経済をコロナの前に戻しましょう。そして外国人たくさん来てるから人が必要です。だから料金時給のお金上げますよ、高くします。あとは、県で決めた、最低の給料が上がったから上げなければいけないんですと、はい、ルールで決まったからっていうことでした。はい、でこれはさっき見せたいくらいくらっていうのはこれ平均なのでやっぱり東京が一番高いです、もちろん。はい、ですがそうね、今日細かくどこはいくらって紹介しないですけど県によって違うけど、最低一番安くてもこれ以上っていうのがそれぞれ決まってます。はいね、っていう話でした。これ本当に国によって全然この時給は違うはずです。ね、日本よりもっともっと高い国もたくさんあるし、ね、もうちょっと安い国もあるし、それは国の物価によってやっぱり違いますよね。はい、というお話でした。じゃあ、他にもビジネスのこととかニュースを読んでもっと勉強したい、日本語の言葉勉強したいな、文法を知りたいなという人は私の YouTube でもまだまだ勉強できます。はい、新しいお札がね日本できるんですね。あと2ヶ月ぐらいでできるニュースとかもあるし、あとは N1 と N2 レベルの読む問題をやりたいっていうこともできます。これリーディング読解ですね。リーディング読解の練習できます。あとはビジネス日本語もできます。私の YouTube チャンネルに、ビデオがたくさんあります。はい。そして、JLPT の読解を勉強している人多いですね。今度ね試験がありますからね、皆さん頑張ってください。N2 と N1、はい、私のビデオレッスンがあります。特にこの合格するにはどうすればいいかというの、これとっても大事です。でこれは私の YouTube では話していないというか、このビデオは私のオンラインレッスンの中で見られますので、はい、ぜひ使ってください。毎年たくさんの人が見て合格してますよ。あとは私のプライベートレッスンもしています。Zoom レッスンです。はい。JLPT のリーディング、読解でも会話でも何でも、はい、私と、勉強できます。レベルも N5 から N1 レベルまで、どんなレベルの人でも教えますよ。はい、よかったらクラスに来てください。全部この私のオンラインレッスンのリンクから見てください。リンクは今日のディスクリプションと、今日の、コメント、下のコメントのところにリンクが書いてあります。そこに全部細かく書いてありますので見てみてくださいね。はい。
ではまた一緒に勉強しましょう。